こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、全部うまくやろうとするから病む、人生を部分最適化して特定の場所だけ黒字にする生き方というテーマでお話ししていこうと思います。突然ですが、皆さん人生を全部そつなくこなそうとして疲れてしまっていませんか？仕事も人並み以上に頑張って、職場の人間関係も円滑にして、プライベートも全力で充実させて、世間の流行にも遅れないようについていく。これ、はっきり言って僕たちの気質からすると、めちゃくちゃコスパが悪すぎます。すべての項目でまんべんなく70点を目指そうとするから、脳のメモリがパンクして心が病んでしまうんですよね。そこで今回は、単に物を減らすという従来のミニマリズムの枠組みを完全に超えた僕なりの強力な新戦略をお話しします。それは自分の特性や弱みをこれが出発点だと完全に受け入れた上で人生のシステム、つまり計算式をハックして賢く勝ちに行くという方法です。結論から言うと、自分の得意な一箇所だけを100点にして強烈にバグらせる。その代わりに、後の項目は全部30点の赤字のままでいい。最終的なトータルで人生が黒字になればそれで勝ち。というかなり割り切った、でも最強に理にかなった生存戦略です。毎日まともに生きられない自分はダメだなと心がすり減っている内向型や HSP の方は、ぜひ肩の力を抜いて気楽に聞いていってくださいね。それでは最初のポイントとして、全体最適と部分最適という概念について分かりやすく解説していきます。世間が言う全体最適というのは、一言で言えば会社の歯車として完璧な人間のことです。週5日フルタイムで1分も遅刻せず働き、職場の飲み会では愛想笑いを完璧にこなし、他人の目を気にして流行りの綺麗な服を着る。でも僕たち内向型や HSP の人間は、そもそもそんな器用なスペックや性質を生まれつき持ち合わせていません。だったら、そんな無理なレースは最初から諦めて、特定の場所だけを徹底的に尖らせる部分最適化の生き方に今すぐシフトすべきなんです。例えば、僕自身の話をリアルにすると、僕は社会人としては30点くらいです。ぶっちゃけ、世間一般の枠組みから見たら、ただの社会不適合者なんですよね。朝はマイペースに起きたいし、満員電車には乗れないし、組織の理不尽なルールは1ミリも守りたくありません。でも、そんなダメダメな僕ですが、支出を限界まで削って、少ないお金で最高に機嫌よく暮らす能力だけは100点の自信があるんです。人生を一つの計算式として冷徹に捉えたとき、この生活コストを下げるという一箇所が爆発的に尖っているから、仕事が30点でも人生トータルでは余裕で黒字になるんですよね。何千万円も貯めなくても、今この瞬間から心が穏やかにサイドファイヤーしたようなイージーモードの人生を作れているんです。いびつな形のままで自分の戦える場所だけで勝負するのってものすごく合理的なんですよ。じゃあ具体的に自分の人生のシステムをどう組み立てていけばいいのか、ここからはどこを思い切って赤字にして、どこを強烈に黒字にバグらせるべきかという具体的なノウハウをお話しします。まず、あなたが今すぐ諦めて最低限の赤字30点のまま放置していい場所はこれらです。職場の高い評価、人脈の広さ、世間のトレンド、そして複数の作業を同時にこなすマルチタスク。これらは僕たちの脳に多大なノイズを与えますから、全部頑張るのをやめて赤字のまま床に置いておきましょう。その代わり、一箇所だけ自分の持っているリソースをすべて一点突破させて、黒字をバグらせる場所を作ります。僕の場合は月11万生活の徹底的な固定費削減というミニマリズムの力でしたが、これは人によって何でも構いません。例えば、誰にも会わずに一人で黙々と作業をやり続けられる集中力でもいい。あるいは、誰とも喋らなくても全く寂しくない
圧倒的な孤独耐性でもいいんです。あなたの持っている一見地味でニッチな強みだけに全エネルギーを注ぎ込んでみてください。ゲームの世界でも全てのステータスが平均的な器用貧乏のキャラより防御力はゼロだけど攻撃力だけが異常に高い尖ったキャラの方が強いボスをあっさり倒せたりしますよね。僕たちの現実の人生もこれと全く同じなんです。平均的な丸い人間を目指すのをやめて、自分の得意な部分だけで社会と静かに戦うのが一番賢いやり方です。社会はいつも僕たちに対して綺麗な丸になれ、全部の項目で平均以上になれと理不尽に求めてきます。でも、そんな世間の同調圧力に僕たちがわざわざ付き合ってあげる必要はありません。いびつな形のままで、不器用なままでいいんです。へこんでいる苦手な部分は30点の赤字のままそっとしておいて、1箇所だけ突き抜ける。そしてその自分だけのいびつな計算式を使って、トータルで涼しい顔をして黒字を叩き出す。これこそが社会のスピードから降りた内向型ミニマリストにとっての最高に知的で痛快な復習であり、一番楽な生き方です。他人が作ったルールに振り回されて、全部をうまくやろうとするの、もう今日でやめにしませんか？自分の得意な場所だけを黒字にして、もっと身軽にあなたらしく低空飛行していきましょう。というわけで、今回は人生を部分最適化して、特定の場所だけ黒字にする生き方についてお話ししました。さて、これで本編は終わりなんですが、ここからは本編にはあまり関係ないけど、僕にとっては大事な話のコーナーです。まあ、本当にどうでもいい話なんですけどね。ちょっと前にね、仕事で使う15万円のパソコンは、これが必要だからって1秒でネットでポチしたんです。もちろん経費ですけどね。なのにその日の夜、出先で急に雨が降ってきた時、コンビニのビニール傘がどうしても買えなくて、30分くらい雨宿りして止むのを待ってたんですよ。仕事道具の15万は出せるのに、傘の数百円がどうしても出せない。これぞまさに僕の脳の部分最適化のバグで、無駄なものには1円も払いたくないというブレーキが強すぎて、金額のバグが起きるんです。この自分でも意味のわからないケチの本能、誰か共感してくれませんか？それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。